お邪魔します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。野崎さん。はい、お先です。よろしくお願いします。お願いします。本日はですね、ちょっと上海ガニの時期でもありますので、上海ガニのこうメインになるようなお料理ではないんですけども、ちょっとほぐし身などを使ったお料理を少しコースの中に入れて、はい、お料理。春巻きでございます。はい、どうぞ蓋をお取りくださいませ。揚げたてのものをご用意させていただきました。いい香り。ありがとうございます。中に上海ガニと北海道産の毛ガニ、鹿児島県産のクルマエビを詰めた。いいですね。なんかエビの食感なんですかね、これは。エビの食感がね。これと衣がいいですね。はい。食べログやられてますか、やられてないですよね。食べログってスタンプでされてるのと。食べログ著名人だけど全然やってない。行ったは見ますよね。コメントは何も書いてない。そうなんですよ。ルーの上には香港の赤酢を使った酢飯の上に北海道産の本日ウニとイクラをさせていただいた一品でございます。この上にございますサラダがお口直しのグリーンサラダとなっております。バジルと合いました春雨の上に揚げワンタンとアボカドを使ったグリーンハーブペーストで爽やかに仕上げました。スプーンの上はちょっとイクラとウニですけれども、例えば日によってエビですとか消防酢につけたエビですとか、ワンスプーンという形で提供しています。小林さんもすごいよね。いいですよね。言い方。細かさです。そうですよね。ありがとうございます。ここまでやられると下は大変ですよね。やっぱり。若い人がね、納涼税になっちゃう。なんか戦場みたいですね。最後聞こえるところが。続いてですが、前菜盛り合わせのうちのお二つをご用意させていただきました。まずこの器の方が上海冬ダレ鶏の瞬間燻製でございます。どうぞ蓋をお取りくださいませ。燻製の中には北海道の赤城や塩鶏という鶏を使用し、手前のスプーンでよくかき混ぜていただきますと、辛みとパクチーの癖というのがマイルドになりまして、とても召し上がりやすくなっています。上にございますのが秋田県産のアワビの白トリュフソースであえたものになります。3品目がこちらのキッチンでシェフがお料理を仕上げをさせていただきます。うまい。タレがうまいですね。タレがね、これがね、黄金のレシピなんですよね。マッキー様とお伝えしてくださったので、調理前にちょっとぜひカップを見ていただきたい。甘鯛のきよりユリソース。よりソース。まずですね、今日は山口の大島の、はい、すごいね、この甘鯛一般的な中国料理は片栗粉なんですけども、私はね、強力粉なんです。強力粉。はい。強力粉で、もう本当に薄く。これを揚げてる間にですね、油淋ソースを作らせて。牛乳ソース。はいはい。長ネギのみじん切り、高菜、唐辛子、シブレットです。で、はい、今日切りたてですので、まだ野菜は生きてるんですよ。ですから口に入って奥歯などで噛み締めた時にですね、パチッとこうネギはネギの香り、高菜唐辛子は高菜唐辛子の香りが口の中にはじけるような感じで出来上がります。で、もう普通の中国料理店はですね、ごま油をこの中に入れます。甘酢は重たいソースでして、ごま油入れるともっと重たくなってしまうので、うちではですね、ラー油を少しだけ入れて、ちょっとこう辛みで味を締めるような感じです。で、こんな感じと牛乳ソースが出来上がりました。ほぼ10軒中国料理店あったら
ほぼ10軒はごま油ここに入ってると思う。そうですよね。そうするとお野菜の香りとかみんななくなってしまうんですよね。なくなるっていうか消されてしまうんですよ。なんか料理番組みたいですね。いいんですよ。説明しようと思ったらこんな。いやだってお三方がだってちょっと普通の人じゃないでしょ。いや一般的ですよ。一般的の女、ただの食いしん坊です。いやいやいや、で揚げましたらですね、しっかりこの熱いうちに油を切るだけで油のお料理の残り方が違いますので。はい、じゃあごゆっくり。はい、お願いします。いやすごい綺麗ですねやっぱり。ごめんなさい、切り角がすごいですねこれ。気が遠くなりそうな感じ。なんかちょっとこれ下げてもらって。食感もいいですよね。気持ちいい。はい。めちゃくちゃうまいですよ。美味しいね。でも細くしようとどこにもないと思う。いや、間違いない。確かに香りが出るね。ネギの食感もいいんですよねこれ。タレのキレがいいですね。甘鯛をちゃん。うまい。これ残ったのうちに持って帰って。何つけてもうまいですこれ。唐揚げつけたいです。取らせていただきますね。めっちゃ熱そうですけど。そうですよね。はい。お気をつけてください。はい。失礼します。いいよ。開けていいよ。すごい。北海道産の出たらの白子、あとは京都の舞鶴の牡蠣ですね。あともう一個は鹿児島県産の車エビです。入れてもいいですか。はい、もちろんでございます。そのままお召し上がるお客様も失礼いたします。隣に揚げパンも添えさせていただきました。フィーザ風に仕上げておりますので、よろしければ残りのオイルに浸してお召し上がりください。白子とコンドル。感じさせないぐらい。はい。小林さんもこれめちゃくちゃうまいですよ。これ白ご飯にかけたらの一番美味しい。これだけでじゃがいもを茹でてないです。ちょっと今日はね赤の生の唐辛子そうとですか。ニンニクの風味がちょっとだけ入ってるんです。じゃがいも火が通ったらですね。それじゃがいもなんですか。そうなんです。じゃがいも火が通ったらこうホロホロホロっていうような感じがするでしょマッシュポテトの。これ火が通ってるんですよ。なるほど。はい。で、ちょっと食感をですね想像しておいてください。大根かと思って。で、まず鍋にですねサラダ油を入れましてわからないぐらいのラー油を入れます。鍋を温めましてじゃがいもを入れますね。熱い鍋でですねさっき今入れたごま油とラー油をしっかりじゃがいもに絡めるような感じでじゃがいもが半透明になりましたらスープを入れます。でスープが入ってしまえば焦げませんのでこれもわからないぐらいの黒酢を入れます。お客さんに分かっちゃいけないことですからね分かんないけれどので、どんどん味を入れていきます。塩などを入れてお砂糖も少し入れてでもうちょっと塩だと、はい、じゃがいもを炒めてますので長いこと炒めてると溶けてきます。そうか、でんぷんか。でんぷん化しちゃってでんぷん化する前に揚げる。なるほどね。じゃがいもなんですけども、うわ。じゃがいもなんですけども、どんな食感が想像しながらです。ああ、いい。すごいシンプル。
笑っちゃいますねこれ。じゃがいもとは思えない全く。って言われるんですけど、作れないです。絶対作れない。なんだこれ。スープの味は感じるけど、塩気とか、はい黒酢の感じとか、砂糖の感じ一切ない。ないですね。じゃがいもの料理でこれくらいの量で満足するってなかなかないと思う。じゃがいもを咀嚼するっていう。これがクロート向けの料理なのすごくわかりました。わかる。さばいがしないね。全く映えないですけど。豆腐の上海ガニと豆腐のとろみ煮で構成されます。こちら上海ガニの味噌やいちごなどを使っているんですが、火を通す前に丁寧にすりつぶすことでまろやかな食感と色合いを引き出しております。どうぞ、手前のスプーンでお召し上がりください。めちゃめちゃ美味しいです。めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃうまいですよ。めちゃめちゃ美味しいけど、なんかこう圧倒的じゃないこうまろやかさがある。少量の味付けだけで仕上げをさせていただいてうん。素晴らしい。これ上海ガニしてないんですよ。うん。上海ガニしてないとやっぱりお客様寂しいですよね。私たち悩んでてその辺のね、玄人受けとはい、すごい悩んでるんですよ。間がね、難しいですよ日ね。によってもお客様の感想がやっぱり悩んでるんですそうですよね。はい、すこれはもう難しい。あ、これで物足りないって方いらっしゃるんですよ。ごい。いや言われてはいないんですけど、表情とか会話からこうちょっと勝手に思いながら。本当思うんですけど、コースとかってプレゼン次第で何とでもそうですよね。受け手がこう変わるというか。そうそう。で、これわざとそういう風にしてるんですよとか、上海ガニの優しさを引き出してます。上海ガニ感が全然なかった。いや、それ今ドキドキしてるんです。優しい味を感じてください。どうぞ。押し上げ紹興酒でございます。はい、15年ものの紹興酒。15年ものの証拠はい。香りづけに。いい香りだこれ。うん。こちらにはカリフォルニア建材制度の牛肉でございます。はい。海風を手羽先に包むっていう料理が一般的によくあって。そうまあもうあちこちと比べちゃうからさ、いろんなこと知っちゃってるから、まあこの肉はこんな感じかみたいな。僕も言われるんですけど、うんマッキーさんぐらいのその長いこと食べてると、もっとそうなんだろうなと思って。もっとそうだ、汁悲しみってやつなんですけどね。そうですよね。なんか辛いなって僕思いました。辛いよ。マッキーさんの立場になった時に辛いなって。辛い。この間雪本でもう雪本も3回松茸食ってんだけども、すごかったんだよこの間雪本の松茸が完璧で。でもそれから普通のところで和食も含めて5回くらい松茸出てくるわけ頼んでもね。そして比べちゃってなんか松茸食べた瞬間になんか気持ちがこうぐんと下がっちゃいますね。でも食べてない人がすると感動なんですよね。そうだからそこのギャップがあーみたいな感じになっちゃう。知ってるでも嘘つけないしなみたいな。そうね。なんかそこのギャップジレンマみたいなのがすごくありますね。素人をこう知っちゃうともうなかなか降りてこれないんですね。でもこういう若い人でそれだけ知ってるっていうのは悲しいけど楽しいよね。世代的にはね。だから同世代と話し合わないんですよ。合わないです全く合わないです。しかもさっきのじゃがいものを我々が感動しててポカーンとしてるのが分かるとちょっとなんだこれと。おめえ全然分かってないんじゃないかと思うでしょうか。同じだって料理書いてる人と一緒に食べてもそう思うことがあるからね。ギャップを感じると。いや知る楽しみと知る悲しみが両方混ざってるからね。
今いい言葉ですね。逆にもう食べないジャンル決めようかな。なんかそうね。牛肉とまだ中華では食べてないから今年。あ、本当ですか。シェフ流で仕上げをさせていただきたいと思います。本当ですか。今からする料理は北京料理の調理法で、もう調味料を打ち込んで仕上げてしまう。で、一時片手にこれとろみをつけるようなことはしなく、タレの量と加えた油で上手にこう調味料を絡めていくっていうね。まず松茸を入れまして、少し高い温度でですね、キノコですから若干油するんですけども、ここでカッといって中からのその水蒸気、水分がパッと出るじゃないですか。その水蒸気で油を吸い込ませないっていうような調理法で、油を加えましてですね、火は強めです。ニンニクを入れまして、香りが出てまいりましたら食材を混ぜていく。もうギリギリの食材と火力に至るギリギリの調味料を少しずつ入れていきますので、瞬間に焦げますけど、それでちょうどいい香りが出まして、はい、でこれで出来上がりです。まあいいや。緊張しちゃいます。すいません。松茸が先にほど飛び出してしまいました。いや、ちょっと多めに作ってますからね、大丈夫なんです。なんでだろうな、いつもとちょっと違うな。こういうものって普通こうやって食べた時松茸の香りするんだけども、そうじゃなくてこの炒めて合わせた香りがして噛んでると松茸。まだ香りますか？はい。まだいますよ。僕普段こういう結構強い赤ワインって飲まないんですけど、すごい合いますね。ああ、すごく合う。めちゃくちゃ。めちゃくちゃ合う。続いての鶏そばのメニューでコースの食事は最後のお料理なんですけれども、本日のシェフがこちらで干し貝柱のチャーハンもぜひお作りをさせていただきたいと思います。有名なね。干し貝柱のチャーハンって桃の木の時に出ました出てましたよ。僕食べてます。食べて。干し貝柱のチャーハン十分美味しいんだけど、ただの卵チャーハン食べてください。おお。めちゃくちゃ美味しい。それを食べたくなってきた。それも作ってもらおう。続いてのお料理シェフのスペシャリストであります地鶏の煮込みそばで20年間作り続けているスペシャリティです。まずそのままご賞味いただいて、白トリュフオイルとても合うと言われていますので、少しずつ温めていただければと思います。うん。すごいねこれ。美味しい。チャーハンの2種類お作りさせていただきます。ありがとうございます。キッチンの方で2種類仕上げをしてああ、全然大丈夫。はい。うまいっす。美味しい。食べるんじゃなくて、そうですね。キープね。はい、チャーハンと一緒に。うん。うん。うまい。何の香りですか？卵と米の甘みの香り。使ってるの。曖昧を炊いた後一晩冷蔵庫に寝かせて、よりこうしっとりとした食感が。食べたらいいね。続いて干し貝柱のチャーハンをさせていただきました。
力ですね。最高。おいしい。美味しいです。ベストレストランが来年、うん春はありますけど、うん。やっぱ何個か候補あるもんなんですか？今ね、だからちょっと勘定してみたら6個くらいは一応あった。6個もあるんですか？あった。思い出せない。全部思い出せない。6個のうち1個も思い出せない。一個も思い出せない。それ本当ベストなんですか？本当に確かに。それはいい指摘。確かにいい指摘だね。こちらの正式アニロープと名付けさせていただいているんですが、作り方があんずの核のところを知りつぶしてですね、生クリームなどで仕上げをした作り方が正式なアニロープというのを、香りから違う。はい、あんずの核を知りつぶして華やかですね。ギリギリに固まってる感じが。飲み物です。当時の香港のイメージラムネの卵ブリ一番美味しいと言われるのがこうだこれ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、美味しかったです。素晴らしかったです。僕が一番気に入ったのは上海ガニと豆腐です。あ素晴らしいあれ。じゃがいも感動しました。じゃがいも。どちらかというとその野菜の料理とか、そういう料理が得意だと思うんですけど、はいはい。でもそれだと不特定多数の人になかなか受け入れられないんでしょう。ですのでね、ついついごめんなさい、キャビアとか使ってるのはあれなんですけど。そうですよ、レストランとして成り立たせるんだったらそういうふうに考えるのはすごい自然だと思います。です。I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.